はい、こちらがコンチキの生地に必要なすべての材料です。まず最初に生イースト、分量の中からお砂糖をスプーン1杯加えます。そしてこの生イーストとお砂糖をまず最初によく練り合わせていきます。そうするとイーストがだんだん柔らかくなってきて、最終的にはこんな感じで液体状になります。そしたらこの中に牛乳、分量のうちから大さじ2杯加えます。次に分量のうちから小麦粉スプーン1杯をこの中に加えます。そしてこれら混ぜ合わせます。乾かないようにしっかりカバーをかけて、こちらを発酵させていきます。はい、先ほど混ぜ合わせたイーストソリューションがしっかり膨らみました。これでだいたい30分ぐらい放置した後です。そしたら次の工程に移ります。使用するのは卵黄4つと全卵1つです。するとこうやって結構卵白余るんですね。ですので卵白を大量消費するレシピ、イーストパンケーキの作り方も紹介していますので、よかったら参考にしてください。はい、そしたらこの卵の中にお砂糖、こちら加えて、これらを泡立てていきます。はい、このぐらい白くもったりすれば OK です。はい、そして次にこちら牛乳を電子レンジで人肌程度に温めていきます。はい、牛乳が温まりましたら小麦粉の中に加えていきます。はい、そしてこちらの卵加えます。はい、そしてこちらのイーストソリューションも加えていきます。はい、そして次にこちらポーランドの 95% のお酒スピリタス、こちらをスプーン1杯加えていきます。なんでこれ加えるのかっていうと、生地にスピリタス加えることによって生地に油が染みにくくなるんですね。はい、そしたらこの生地混ぜ合わせていきます。はい、生地がだいたい混ざり合わさりました。なんですけどまだこんな感じでネットネトなんですね。これを台に開けてさらに練り上げていきます。ちなみにまだバターは入れません。まずしっかりと生地を練って生地の中のグルテンを強化させます。はい、ちなみにこのぐらい台から生地が離れるようになれば OK です。そしたら生地の中にバターを入れていきます。まずバター3分の1ぐらい生地で包むようにして、こうやってすり合わせるようにしながらバターを混ぜていきます。はい、このように生地にバターがしっかり混ざったらまたバター3分の1ぐらい加えます。これを繰り返してバターを完全に生地に練り込んでいきます。はい、生地にきれいにバターが練り合わさりました。そしたら生地をさらに練り上げていくんですが、生地の下に指を入れて薄く引っ張ろうとしてます。そうするとすぐにブチブチって切れちゃうんですね。これまず覚えておいてください。さらに練ってグルテンを強化させていきます。バター入れて練り始めてから15分ぐらい経ちました。さっきみたいに生地を薄く引っ張ってみます。指の腹が透けるぐらいまで薄く引っ張っても生地がちぎれなくなりました。このぐらい練れれば OK です。
この生地が2倍ぐらいの大きさになるまで一次発酵させます。はい、そしたら生地をまずガス抜きします。はい、そしたらこの生地を16等分にしていくんですが、1つあたりのグラムが62、3グラムぐらいになると思います。そしたら次は生地をどんどん丸めていきます。こちら生地が乾かないように布をかぶせて、このまま15分ベンチタイムです。はい、ではベンチタイムが終了したので、ポンチキに具を詰めていきます。こちらはマルモラダというジャムをすごく硬くしたようなものです。水分少なくてあんこみたいに硬いんですね。ちなみにこれはマルチフルーツ味。あともう一つ用意したのはバラ風味のマルモラダです。これオジェフって読むんですけど、このオジェフっていう会社のものが結構硬めでおすすめです。ビエドロンカとかリドルとかにもマルモラダ売ってるんですけど、そこで売ってるマルモラダは正直言うとちょっと水分多めで柔らかいんですよね。だからあんまりおすすめじゃないです。買うんだったらこのオジェフかちょっと値段の張るやつ買った方がいいと思います。生地平らに伸ばしますね。そしてこの上にこのマルモラダ適量を置いたら、生地でマルモラダを包んでいきます。で、マルモラダが飛び出てこないように、ここの閉じ目はしっかりと閉じてください。閉じ目が開きそうで心配だなと思ったら、ちょっとだけ粉つけた指でつまむとよりしっかり閉じます。この閉じた面が上に来るように天板に置いていきます。というのは、閉じ口が下にあると、ここにマルモラダの水分が回って生地を開いてしまうことがあるんですね。なので上にしておいた方が安全です。ちなみに今日はポンチキに入れる具としては代表的な2種類をチョイスしましたけど、ヌテラとかでもいいですし、マルモラダなんかねっていう国の方々でしたら、固く煮詰めたジャムを使用しても OK です。はい、こちら包み終わりましたら、この生地が乾かないようにカバーをして、生地が 1.5 倍のサイズになるまで二次発酵させます。生地を二次発酵させている間に、こちら油の用意をします。これはラードとサラダ油1対1です。こちらの生地が 1.5 倍に膨らんで二次発酵が完了しました。この閉じた面から揚げていきます。はい、ポンチキ入れたら、こちらすぐ蓋をしてください。そしてここから2分。はい、2分経ちましたら、こちらポンチキをひっくり返していきます。はい、そしてここからさらに2分間揚げていきます。はい、もう片面も2分経ちました。色も確認して、OK そうですね。そしたらポンチキを引き上げていきます。ちなみにですね、ポンチキをラードで揚げる理由、ポンチキ自体もコクが出て美味しくなるのと、美味しさ自体も長持ちします。というのは、ラードは常温で固まる性質があるからですね。普通のサラダ油などは常温で液体状ですよね。そうすると揚げても時間が経つとベシャッとなってしまいがちなんですね。なんですが、ラードは常温で固まる性質があるため、冷めた後にその形状が保たれるわけです。なので美味しさがキープできるんですね。ちなみに 100% ラードで揚げてもいいんですけど、やっぱりちょっとその分コストがかさんでしまうので、今回はサラダ油とラード1対1にしています。結構ポンチキ
次の日になったらパサパサして美味しくないなっていうのあるんですけど、このポンチキは3日経っても美味しいです。ポンチュキいただきます。しっとり柔らかい。あとは意外なのが、油で揚げてる割には言い方変ですけどさっぱりしてるんですよ。おそらく皆さんミスドのあれを思い浮かべてると思うんですけど、全然違います。もっと軽くてさっぱりしてます。ちなみにポーランドではイースター前の断食の手前に家にある断食で食べられない食材を食べ尽くしてしまうという目的で、油の木曜日っていう年に1回ドーナツ食べ放題の日があります。もうその日はポーランド人が今日ドーナツ何個食べたって聞き合ってドーナツの数を競争するぐらい8個も10個も食べる人いるんですよ。今年の油の木曜日2月24日です。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録もお願いします。